ちは、ももトラベラーです。ロサンゼルスの空港が見えてきました。到着したようですね。降ります。世界一周の旅もいよいよ最後のフライトです。シンガポール航空で日本へ帰ります。ロサンゼルスのユニオンステーションからはフライアウェイというシャトルバスで LAX 空港まで移動しました。料金は 12.75 ドル、所要時間は約40分。ダウンタウンから空港まで直通でとっても便利でした。こちらが LAX の国際線ターミナルです。シンガポール航空のチェックインカウンターを確認。C カウンターみたいです。チェックインします。この10日間さまざまな空港を通ってきましたが、ここ LAX が最後のチェックインとなります。ちょっと寂しいです。今回はシンガポール航空のエコノミークラスを利用します。無事にチェックイン完了しました。制限エリア内に入りました。ゲート付近の大きな窓からは次々と飛び立っていく飛行機の姿が。それぞれの目的地に向かって出発する様子は何度見ても胸が高鳴ります。搭乗ゲートは148番。ロサンゼルスを午後2時20分に出発し、成田を経由してシンガポールへ向かう SQ11 便。世界一周最後の空の旅です。これから登場する機体です。スターアライアンスの塗装の機体が使われていますね。搭乗が始まりました。ゲートでパスポートとチケットをスキャンして機内へ向かいます。出迎えてくれたのはシンガポール航空の素敵な客室乗務員さん。この制服いつ見ても本当に美しいですよね。旅好きの人なら一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。機内に入るとまず目に入るのは広々としたビジネスクラス。ちょっと羨ましそうに横目に見ながら奥のエコノミークラスへと進みます。ここだ。ももの席は2人掛けの窓側。隣は女性の方でした。ヘッドレストは革張りで高級感があります。足元のスペースはこんな感じ。前のシートポケットは小分けにされていて荷物の整理がしやすい作りです。こちらはブランケット。スリッパはついていません。クッションもあります。シート前にはモニターと専用リモコン。エンターテインメントシステムクリスワールドが搭載されています。前の座席にはタッチ操作対応のモニター。サイズはおよそ11インチくらいで、エコノミーとしては十分な大きさです。その下には USB ポートが2口、iPod 用ジャックもあり、充電や音楽再生も可能になっています。モニターの横にはイヤフォンジャックとドリンクホルダーがあります。このホルダー
便利そうだなと思って空港で買ったジュースを入れようとしたらサイズ合わずでした。細めのカップや缶向けですね。ペットボトルはちょっと厳しいかも。おしぼりいただきました。嬉しいサービスですね。モニターでは機内安全ビデオが始まりました。水族館やリバーサファリなどシンガポール各地を舞台にクルーが安全案内をしてくれます。まるで旅行番組のような映像でちょっと見入ってしまいます。予定通り午後2時20分にプッシュバックが始まりました。座席ポケットには安全しおりですね。機材は 777ER です。離陸前の確認事項がしっかりと記載されています。いよいよ離陸です。機体がゆっくりと滑走路へ進みます。それでは東京成田に向けて出発です。アメリカさようなら。天気も良く視界良好、順調なスタートです。成田までの飛行時間は約11時間です。そしてこちらはシンガポール航空のイヤホン。次のフライトでも使ってねと書かれていて、環境への配慮を感じます。こういう小さなところにも丁寧なおもてなしが現れていて素敵です。エンターテインメントも充実していて、日本語、韓国語の映画カテゴリーもあります。長時間のフライトもこれなら退屈しませんね。シートベルトサインも消えて機内探検へ行ってきます。トイレに来ました。中は清潔で、ハンドソープの他にシンガポール航空のロゴ入りハンドローションもあります。紙コップやペーパータオルも備わっています。ティッシュもありますよ。別のトイレには歯ブラシも置かれていました。エコノミークラスですが、見たところ満席みたいですね。シートは333の配列です。テーブルにはちょっとしたミラーがついています。顔を確認したいときは便利かもしれませんね。まもなくドリンクサービスが始まります。ももはアップルジュースをチョイス。おつまみのピーズ&クラッカーが出てきました。これサクサクで意外と止まらなくなります。続いて機内食。
メニューの配布はないですが、事前にデジタルメニューから確認できます。ももは洋食を選択。メインはハンバーグにパスタの付け合わせ。人参とブロッコリーが彩りを添えてくれます。サイドには豆腐と野菜のサラダ、パン、そしてチーズとクラッカーがセットになっていました。ハンバーグもジューシーで味付けも美味しかったです。機内食としては十分満足できる内容でした。後ろのギャレーにはスナックや飲み物が置かれていて自由に取ることができました。どれにしようか悩んじゃう。座席は少し窮屈だったけど、世界一周を通しての移動だったのでさすがに疲れて、この後ぐっすり眠ってしまいました。2回目の機内食は鶏肉のメニュー。味付けもしっかりしていてとても美味しかったです。付け合わせのこの黄色い粒、見た目はご飯っぽいんですが、実はオルゾというパスタの一種だったそうで、ももにとってはちょっと不思議な味わいでした。でもパンやサラダもついていて、最後にはなんとデザートにハーゲンダッツまで。大満足の機内食でした。地図上に日本列島が見えてきました。懐かしい田畑や街並みが見えてきました。帰ってきたんですね。世界一周の旅もいよいよ終盤です。10時間を超える長距離フライトでしたが、シンガポール航空での空の旅はとても快適でした。正直これまでビジネスクラスで移動していた分、最後のこのフライトがエコノミーなのは少し不安もありました。でもそんな心配はすぐに吹き飛びました。丁寧で行き届いたサービス、美味しい機内食、そして遅延もなくスムーズな運航。エンターテインメントも充実していて飽きることなく過ごせました。エコノミーでもしっかり快適。さすがは世界トップクラスの評価を受け続けるシンガポール航空です。無事に着陸しました。目まぐるしい10日間でした。いつものようにトラブルや思いがけないこともたくさんありましたが、無事に帰ってこれて本当に良かった。ここまでももの旅にお付き合いいただき本当にありがとうございました。それではこの10日間の旅を駆け足で振り返ってみましょう。まず日本を出発し LCC で香港へ向かいました。窮屈な座席も旅の始まりのワクワクでいっぱいでした。香港では噂の豪華ビジネスラウンジを堪能。ヌードルバーに大興奮。
次はキャセイパシフィックでスリランカコロンボへ。待ち時間はラウンジでゆったり過ごしました。そして世界一に輝いたカタール航空ビジネスクラスでドーハへ。入国せず豪華ラウンジ三昧。その後再びカタール航空でロンドンへ。ドーハからヒースローまでは本来なら憧れの9スイートのはずでした。ところが不具合が見つかり、まさかの機材変更。そんなハプニングもありました。悔しさはひとまず置いて、いよいよヨーロッパ入りです。バスツアーに参加してコットルズを楽しみました。次はブリティッシュエアウェイズでシカゴへ。大西洋を越えてアメリカ大陸へ上陸。さらにアムトラックの長距離列車でロサンゼルスへ。憧れだったアメリカ横断を実現しました。そして最後はシンガポール航空のエコノミークラスで東京へ帰国。短い日程ながらも飛行機、列車、そして各地の景色と出会いを詰め込んだ忘れられない世界一周になりました。この動画が皆さんの旅の参考になれば嬉しいです。旅はまだまだ続きます。そして次回はカンタス航空でオーストラリアへひとっ飛び。羽田からシドニーへ向かうフライトをお届けします。次回の冒険もまた一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは次回もぜひご覧ください。